いやでもねスト4の時の方が多かったんですよそういうのは。っていうのも対戦自体がやっぱスト4の時の方が圧倒的にやってたから、スト5になってからムカついた試合、そうでもちょっと冒頭でも言いましたけど、組手の試合が終わった後のインタビューで「いやあれムカつきましたね」って答えたのを覚えてるんですよだからそれを見た人なのかなってちょっと勘違いしちゃったんだけど、要はなんかガイル戦じゃないですか。普通の組み合わせで言うんだったらナッシュガイルのガイル戦って思いで入ってるのに、なんかその人読みされることによって試合内容がガイル戦じゃなくなるわけですよ、俺の想定してる。でなんかもう前歩きとかずうずうしい歩きとかに対してなんかもう上から目線で歩かれてるような感覚になってたのをすごい言った記憶ありますね。でもスト5の試合だとあんまね当たってないんですよね。言うてトータルで4回とか5回とか。5はなんか組手で当たるんだよな。あ、それ組手では当たる、ね、組手ではだって何回当たったのって感じじゃん。3回だったの全部で。あ、そうだね、4回しかやってないよね組手って。まだ56788だね。15年16年17年、3回当たってるもん。4回やって3回当たるは結構だね。そうでしょ、であとはそれ以外だとスト5って当たった？2回負けたのを覚えてる。1回は最初の年で俺がねヨーロッパのリージョナルファイナルズを優勝しないとあれ負けた方が覚えてるんだな。出場権を獲得できないと。で必死こいて当日予選勝って、で1回戦が梅さんで梅さんも獲得してるんだよね確かあの時。切符取ってて、イタリア？そうイタリア佐古さんもいたんだろ。そう佐古さんもいた。俺と佐古さんが1位2位で当日予選抜けて行ったトップ 16 とかの8かな、トップ8とか16の試合なんだけど、そこでリューナッシュで俺結構自信あったんだけどなあの時な。いやなんか勝ちたいんだろうなって思ってその勝ちたいんだろうなをなんかうまく使えた多分大会で、勝ちたかった。勝ちたいんだろうなと俺はそうでもねえんだけどなとそうで結果その大会優勝してるからね。したそうなんだ、ね、でもなんかね不思議なもんでこの勝ちたそうなやつらには勝ちそうだなっていうのみんな結構あれでも決勝フェノムとだったのかな。俺ルフィと決勝で。俺ルフィだっけ？いやルフィじゃないと思うな。いやルフィだよ絶対ルフィ。ルフィ？あそうまあいいやまあいいですわ、なるほど。それだけ？であと1回確かタイでナッシュガイルでやってます。タイ？いやこれはねプールが一緒とかでプールファイナルで当たったんだけどそれも負けたんだよ。てか俺スト5大会全部勝ってないもん。確かに俺負けてるわ。負けた試合しかないわねえ。なんかお前がごめんなさいねスト5シーンでそんなに別にこうなんか目立ってないから俺も別にボンに勝ってもそんなに立つの。おいいやなんでいやボンちゃんのプレーは僕は一級品だと思った。これは本当に別にこれ本当にそれは思ってます。ただキャラが微妙だから別にそんなになんかボンに勝ったからっつって俺の着順すげえ上に行くとかっていう感じじゃないから印象にないけど、よく考えてみれば全部勝ってる気がするな。そうだね、なさそうだな。で組手も2回5だったでしょ。そうだね、5だね。だから組手イタリアタイ、すいません。いやいいっすけどすみません、第一弾別にいいっすけど、それでカプコン連絡になっちゃったんですよね。1年目はすみませんでした。あれはショックだったな1年目は。梅さんの方はないですか？ムカついた試合？いやムカついあれお前が組手で竜使ったの？そう俺その試合しかね俺もね思い浮かばなかった。2個あって1つはその組手でこいつがスト5の時にサガットじゃないですか。スト4ね。スト4でサガット使いじゃないですか。なんですけど竜だったんですよ。で俺殺意で負けた時はちょっとまあ
でもサガットできても絶対勝てないっていうか当時そうだから当然の選択なんですけどね、だからそれは分かってるんだけど、でだからそれはまあしょうがないんですけど、どっちかっていうとこいつのスト4前この話したかな、スト4やって竜サガとかやるじゃないですか、超きっちいんですよ竜サガで30戦とかやってこいつが勝った時だけ敬語になるんですよこいつ帰り道それがマジでムカついて。じゃあ一ついいですか、あの頃ってまだね怪しいの今ほどこんな砕けて話せない時期なの。いやいや絶対そうだからだけど、いや敬語は使ってなかったの。そう確かに確かにスト4の時にはもう全然敬語なんかやめてて、なのいにやそのそうだったっけ竜サガでそのクッソキャラのクッソ性能を押し付けて1713とかなって、俺もこんなこのクッソキャラと思って帰り道敬語っていうコンボ締めが完璧っていやでその敬語も別にその煽りの敬語とかじゃなくて、なんか勝っちゃったしちょっとみたいな、なんかナチュラルに出てる敬語で、確かになんうかざみたいな、それはちょっとまあムカつきましたね。大会じゃないんですけど、そうだから気使っちゃったんでしょうね、なぜかやっちまったってことよ。いやもうクソキャラ使ってたから気ぐらい使えよってじゃあいいじゃん敬語使っても気使ったんだからいやいやいやあったな、いやだから最初で最後だね、お前がやべえキャラを使ったのってあれが俺の見てる感じだとあれが最初で最後、今のところね。そうだね。それ以降はなんかちょっと頑張んないとダメなキャラしか使ってないから、あの時ぐらいかな、なんか何なんだこいつのこのキャラはみたいな。確かにね。それ以降はどっちかっていうと大変そうですねみたいな言われる方のキャラじゃんすげえ今言われるもん。でコンバージョンが過去最近ないくらいの、そうだね、多分2012ぐらいいいポジションにつけると思うよ、そのなんかキャラ的に。そうだよね、そうだからまあキャラの強さでその調整でこのキャラが強いからこのキャラに行きますっていうのは今までやっぱやってないから、結局そのスト4で始めた人間なんで、あの時の自分の強くなり方みたいなのをやっぱ追っちゃう部分はあるんですよ。で俺が最終的にそのサガットで活躍できてたっていうのはずっとサガットをメインに据えてやり続けたからこそのものなんだろうなっていうのがやっぱあるから、だからスト5になってもナッシュが弱くなってもナッシュでやろうと思ってたし、ずっとねできるなら1キャラでやりたいなと思ってたけど、ただまあやっぱ時代に取り残されるじゃないですけど、なんか自分だけの考え方をやり続けるほど本当にそれでいいのって、結局シーンが盛り上がってじゃあ賞金も上がりましたとかなっていってる状態で、周りはねだって優勝してじゃあカポンカップ勝ってね2000何百万もらいましたとか E リーグ勝って1500万もらいましたとかなってるとこで、明らかに原因がキャラにはあるっていうのはもうね隠せない部分だから、だったらもう素直に俺もいいんじゃないそろそろって思ってたのは本当今年のシーズンに関してはもう使おうというふうには本当に思ってますね。思ってましたというか思ってます今も。だから今後もその調整で最強キャラが明確に見つかるんだったらそっち行くだろうし、そういうのは今までやってなかったことですけどね、やりたいなって本当に思ってましたね、このバージョンも。ただまあ結構カプコンカップってことだけで言うとコロコロメインキャラ変えてる人が勝ってないんだよな。そうだね。やっぱり例えばじゃあいいよ、じゃあそんならじゃあ2015まで戻ってもいいですよ、2014まで戻ってもいいですよ。はい、桃地の剣、桃地くん、はいはい、数の子のユン、はいはいはい、ナックルのガイル、ナックルガイル、ちょっとやっぱ最強キャラとかっていうんじゃなくて、その一つこだわりを持ってますみたいなでメーナガチくんでしょ。そうだね、こだわり勢だね。本当だったらじゃあ今年だったらキャミンやカツとかで、はいはいはい、本当にもう露骨にその強キャラっていうかその最強一角って言われてるキャラを、まあ、たまたまって言われればたまたまなんだよね。まあたまたまって言われればたまたまなんだけど、意外となんかそのだからそっちが正しいって言ってるわけじゃないんだけど、意外と貫いた系のやつらが勝ってるのがカプコンカップだなっていう印象。やっぱ特にこのスト5ってゲームは一通り使えるようになるまでのハードルは俺低いって
ってやっぱ思ってるから、うんその80点くらいまではすごい出しやすいゲーム、うんだからその最強キャラに移っても勝てるようにはすぐなる、うんそりゃ。ただその本当に競ってる上の人たちとぶつかった時にめちゃめちゃきつい思いをするから、ただなんかそのキャラが強いっていうのは絶対正義で、そっから連動積んだら絶対返してくれるじゃない、まあ最強キャラは絶対答えてくれるから、そこがやっぱいい強いキャラのいいとこだなっていうのは思いますね。弱いキャラはね、いやお前は無理なんだよって、お前は勝てないんだよって言われる試合が絶対にあるんですよ。俺やっぱシーズン2は結構折れましたね。だって大会でじゃあ勝つために何が必要なんですかって言われた時に対戦しないことですが、多分本当に直近の勝率で言うんだったら上がっちゃうから、そんな悲しいことありますか。しかも1年でリセットだしね。そうだね。さすがにいやもうその年でこの仕事辞めるならいいですわ。歯くじばりながら引きこもってずっとやってますけど、さすがに今後もやっていくって思ってる人だったらそれはやっていけないと思うけどな。まあでもどうなんだろうな、1年に1回のキャラ調整がないと本当にキャラ固まっちゃうと思うよね。まあそうだね、逆にね。キャラ調整はだからねあってくれないと、年一であるのは一番いいんじゃない。まあでもそこでね間違った調整が入っちゃったとして家庭ね、それがそのまま続いちゃうのはやっぱ問題あるから、なんか手こ入れはしてほしいなって、その行き過ぎてる場合はね、あった方がいいとは思うけど、いやなんか調整の回数って難しいじゃない。多ければいいわけじゃないじゃない絶対。まあそりゃそうね、振り回されちゃうからさ。いやただまあもうみんな遊び尽くした感があるから、遊び尽くしたっていうかなんか新要素がないと遊び尽くした感があるから、調整だけだともうちょっともう満足できないよね。システム面でなんか足システさないとム、技、キャラもちゃんと強いキャラ、システム面の今回の変更は依存しないキャラもいっぱいいるからね。例えばそのアーマーのさダメージが半分とか本当にキャラじゃん。まあそうね、無敵技がどうとか、そう無敵技がどうとか、確かにああいうとこじゃないんだろうけどね。